電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回はですね、実は私の父親にまつわるお話なんですけれども、私の父親はお坊さんではあったんですが、あまりなんていうんですか、霊的なこととか、そういったことあまり信じない方だったんですね。もちろん信仰心はありましたし、仏様、神様はもうちゃんと手を合わせる、もちろんお坊さんですから当たり前ですけども、方だったんですけども、いわゆる心霊現象だとか、お化けが出るとかっていうことには、ちょっと懐疑的な、考えを持つお坊さんだったんですが、実は私の父はそう言いながらも、いくつか霊的な体験を実はしてるんですね。他であまり話をすると誤解があってはならないのでしなかったんですけれども、今回実はですね、私の父親が石川県で、経験したお話をさせていただこうというふうに思います。日蓮上人の孫弟子にあたる方なんですけれども、千葉県出身で日蔵上人というお名前の方なんですけれども、そういう方がいらっしゃったんですね。当時京都に都がありましたから、都にこの南無妙法蓮華経を広めるために京都にお越しになったんですね。で、当時のことですので、千葉から京都っていうのは歩きで移動されて、ですからお父さんお母さんあるいは知人友人にもですね、もうこれで根性の分かりになる。私はもう京都に行って京都で布教をしてそのまま京都で骨を埋めるつもりだということで、あまりにですねお母様が悲しまれるので、自分の姿を彫った彫刻を千葉に送られるわけですね。でそれでもう自分だと思ってそれを大切にしてくださいって言って送られてから、お母様そのままお亡くなりになられるんですけれども、その後も京都で頑張って布教なさった。でこの日蔵上人のお像を私の父親がですね、約今から30数年前に、京都から、千葉に里帰りをさせてあげようということで、今現在実は千葉にあるんですけれども、それをわざわざ京都まで一旦持ってきてですね、京都から私の父親が、数人のお坊さんと共にですね、日蔵上人が千葉から来られた道を逆走する形でずっとお像を運ぶということされたんです。でその時にですね、うちの父親はずっと京都から、石川県に出て、石川県からまた千葉に向かうわけなんですけれども、その道中に起こったことなんですが、この石川県でですね、いつもお説法をするんですね。各お寺さんに泊まっていくんですけれども、そこで、お説法をしてたんですね。そうしますと、聞きに来られた皆さんがですね、ティッシュにお金をくるんで、いわゆる投げ銭のようなものをわーっとしてくださるんです。で、それを資金として移動費用、宿泊費用、食費に当てさせていただいて、日蔵上人を千葉までお戻りいただくということをしてたんですけれども、石川で話を終えて、で、私の父親がですね、ちょうど話を終えた直後ぐらいに、急にちょっと体がしんどくなってきたというんですね。で、これ何かって言いますと、高熱が出てきたんです。おそらく風邪なのか、何なのかで疲れもあったんでしょうね。高熱でしんどいなと思って、そのまま宿に行って倒れるように寝たんですね。心配になったお坊様方がもしよかったらこの風邪薬買ってくるんで飲みますかって言って勧めるんですけれども、私の父親は少し頑固なところもあったのかもしれません。市販薬の薬では効かないかもしれない。自分がいつも風邪薬で効くのは決まってケロリンだって言うんですね。で、当時ケロリンっていうのはですね、家庭の置き薬だったんで、市販されてなかったんです、薬屋さんで。ですから家庭のいわゆる、救急箱みたいなものを、注文されてるご家庭に行かないとこのケロリンっていうのは手に入らない。ですのでこれなんとか他の市販薬買ってくるんでそれでどうですかって言うんですけれども、私の父親いやいやそんなことしてもし効かなかったらもったいないんでもう大丈夫です、私はケロリンしか効かないんでって言って熱を出しながらいろんなところ石川県内を回らせていただいてたんです。でその最中実は、私のおばあさん祖母にあたるんですけれども、私の父親のお母さんが亡くなるんですね。当時私高校生でして。で、困ったな。おばあちゃん亡くなってどうしようと思ってたんですけれども、父親に連絡を取りますと、父親がですね、いや、自分は修行中で今帰ることができない。
まさに日蔵上人が自分がお母様が病気で会いたいとおっしゃっても自画像を送ることでなんとかしてましたから、自分が今日蔵上人の仏像を運びながらなのでこれ変えるわけにいかないっていうんですね。で、うわ困ったなって言って私の母親とも話し合ったり兄とも話し合ったりして、近くのお坊さんに来ていただいて、祖母のお葬式を済ますんです。そして祖母のお葬式が終わって、無事終わったよという連絡を、私の父親に入れましたら、ありがとうということで、ただその時にはですね、まだ高熱のままうちの父親は、旅をしてましたんで、お父さん大丈夫なんて話をしてたんですけど、いや、こちらは大丈夫。ありがとうありがとうということで電話を切ったんです。そしてその日の夜の出来事なんですけれども、私の父親がいつものようにお説法が終わって、皆さんからいろいろとティッシュにくるんだ、投げ銭をいただきつつ、宿でまた、倒れるようにして寝たんですね。そして寝てますと、他のお坊さん方がこの、投げ銭でいただいたお金がですね、いくらあって、これから旅にどういうふうに使うかっていう計画を立ててられた。で、その横の部屋で私の父親は寝てたんですね。で、この横の部屋で寝ている父親の、枕辺にはですね、この日蔵上人という方の、彫刻が置いてあるわけです。そしてその彫刻の横で父親は、熱の中寝てたんですけれども。で、隣の部屋で投げ銭をずっと数えてみんなで確認して1円たりとも無駄にならないように、大切に使わせていただこうということで、ティッシュからずっとお金を出してたんですね。そうしますと、あるおひねりの中に、あれ？ティッシュがなんかちょっと膨らんでる感じがする。よくよく見ますとですね、ティッシュとティッシュの間に何かが挟まれてたそうなんです。で、これが何かと言いますと、ティッシュっていうのはなんか薄い、紙同士が2枚重なる形で作られてると思うんですけど、1枚が。あれ案外パッと取ると2つに分かれたりしますね。その間に何かが挟まってたっていうんです。で、それ、めくってみてみますと、なんと、家庭用常備薬のケロリンが3袋、そこに入ってたそうなんですね。で、うわー、こんな奇跡的なことがあるのかということで、そのお坊さんがそのケロリンを持って、隣の部屋で寝ている私の父親にですね、ちょうどケロリンが3つ入ってたと。こんな奇跡的なことはないので、どうか飲んでくださいということで、私の父親も、うわー、ありがたい。じゃあ飲ませていただきますということで、その薬をいただいて、その日寝たそうなんです。そうして寝てますと、夢の中でなんですけれども、自分の母親が出てきたそうなんですね。で、お母さんごめんなさい。お通夜お葬式、私行けなくて申し訳なかったですって言ったら、私のおばあさんが、いやいや、そんなことはどうでもいい。気持ちは伝わってるから大丈夫だよ。そんなことよりもちょっとこっちへ来なさいというふうにして呼ばれるそうなんですね。で、夢の中でも私の父親は熱がある感じで、ふらふらとしながら、その自分の母親のところに近づくと、おばあさんがスーッと座るんですね。そして、頭をちょっとこっちへ向けなさいって言って、正座をする形で二人向き合って座って、パッと膝元に、いわゆる膝枕で、私の父親が寝る形になったんですね。そうしますと、私の父親は夢の中で、いやいやお母さん、これはちょっと恥ずかしい。いい年になってこんな、膝枕なんか恥ずかしいからやめてやめてって言って抵抗したそうなんです。それでもですね、いやいや、そんなこと言わずにちょっと頭を膝に乗せなさいって強引におばあちゃんが引っ張るそうなんです。そしても仕方なくうちの父親がもうじゃあちょっとだけって言って、膝枕で寝てですね、でしばらくしてもうこれでいいかって立ち上がろうとしたら、その時、おばあさんの後ろに誰か男性の方が立ってて、その方が動くな！大きな声でこうおっしゃったそうなんですね。で、パッとそちらの方を見ますと、なんとそこにはその日蔵上人というお坊さんが立ってられた。まさしく彫刻の通りの方だったそうです。そして、これは間違いなく日蔵上人だと思うと、その日蔵上人がこう言うんですね。お母さんの言うように膝枕で寝なさい。そうおっしゃられたそうなんです。自分の母親から言われるとね、なんとなく照れくさくて抵抗するんですけれども、日蔵上人に言われた、これはもう逆らうわけにいかないということで、私の父親は、おばあちゃんの横にですね、寝る形で膝枕で、その日寝たそうなんです。そして寝てるとずっと、
母親にあたるおばあちゃん、私から見たらおばあちゃんですけれどもが、父親の頭をずっと押さえて、そのまま朝を迎えたそうなんです。で、あっと夢から覚めて、なんか懐かしい夢を見たな。自分の母親のお葬式、お通夜に出れなかったので、もしかするとその思いがこういう夢を見せたのかなと思いながらも、いやいや、なんかとてもリアルだったな。そしてとても重さであったり、熱量であったり、そんなものをすごく、感じたそうですね。だいたい夢っていうのは朝起きると熱や感触っていうものをほとんど忘れてますけれども、脳をはっきりと覚えてたそうなんです。そしてでもなんか正夢というにはどうかなと懐疑的に思って、布団を押しのけて起き上がろうとして気づいたそうなんですけれども、この布団がべちゃべちゃに濡れてたそうなんです。もうそれはまるで桶を部屋中にひっくり返したように、そして畳にまで水が染み込んでたそうなんですね。慌てた父親がですね、宿の方に申し訳ありません、何かをこぼしたわけではないんですけれども、朝起きたら私の服もそうなんですが、お布団と畳がすごくべちゃべちゃに濡れていて、何が起こったか自分でもよくわからないんですけれども、弁償させてくださいというふうに父親がお話をするとですね、そこの宿の方が、じゃあちょっと部屋見ますね。部屋を見て、もしかするとこれって何か原因らしきものを思い当たることありませんか？再びそう聞かれたそうなんです。で、いや、思い当たることっていうと、昨夜こんな夢を見て、なんとなく、朝起きるとこういう状況になってたんです。その夢の話をした時にですね、この宿の方たちが、そうでしたか。いや、私もなんとなくこの部屋にいつも掃除に入ったり出入りするんですけれども、今日は少し違った。なんかプーンと香りがする。その香りっていうのがなんとなく心地のいいお線香の匂いだ。もしかすると何かここにありがたい神様がおられたような気がするんで、そう言ってくださったそうなんですね。そして弁償は全然大丈夫です。こちらでもやりますんで、お坊様、どうか次の宿へまた向かってくださいと言って、そうでしたか、申し訳ありませんでした。謝っている父親が次に気づいたことは、自分の体の熱が全くなくなってたそうなんですね。果たしてこの大量の水っていうのが日蔵上人が現れた証だったのかどうかっていうのははっきりはしませんけれども、うちの父親があまりそういったものを信じない方だったんですけれども、この旅を終えて京都に戻ってきた時に私にこう言いましたね。たまに私が不思議なものを見るなんて話をしますと、いつもは、いや、気のせいじゃないかとか、あまりそういうのを人に喋るとダメだよとかって言ってたんですが、うちの父親はこう言いました。やはり仏様や神様がいる。これをもちろん普段から確信はしているものの、亡くなった人間というものはどうなのかなと思ったけれども、自分の母親も、もちろんこの日蔵上人という昔の偉いお坊さんも含めて、やはり私たちの周りにいてくださって見守ってくださってるっていうことを体を持って実感したと。そんな風な話を、私にしてくれましたね。一見しますと私たちっていうのは亡くなられた方はこの世におられないとか、もう無になってしまうというふうに考えがちですけれども、私の父親も、いや、決してそうではないんだ。霊的な現象というものを否定気味ではあったものの、完全に否定しているわけではないんですね。そしていろいろな宗派、仏教があって、よく勘違いされるんですけれども、仏教の中ではですね、霊的なものを、否定していると、亡くなった方が、おられるということを否定しているというふうに、思われる方がよくおられますけれども、実は仏教では、9割が実は肯定的なんです。霊というものは存在しますよ。ただですね、あまりそれを言い過ぎると、誤解があったり、間違いが生じたらダメなのであまり皆さんおっしゃいませんけれども、確実に、亡くなられた方の魂っていうのは、引き続き、命としてそこにあるんですよね。姿形は見えないですけれども、ちゃんと魂としてあるわけです。ですから皆さんの中でですね、悲しいお別れがあったり、ペットちゃんも含めてそうですね、悲しいお別れがあってもですね、ちゃんと魂というものは永続
続的に、居続けるものであるということを、覚えておいていただいて、生きている私たちはですね、亡くなられた方々の供養を、続けていっていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、本日も怪談説法をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。